よいしょ、神でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、カツオってことでね、それではこちらをさばいていく。いた、いたはい、改めまして、本日の食材がこちら。カツオ。っていうことでね、今朝市場で買ってきました。もう鮮度抜群のものでございます。今日こちら、じゃん、3.9 キロの岩手県ですね。今年、カツオが異常にいいです。めちゃくちゃうまいです。カツオっていうのは基本的に1年に2回旬があります。1回目の旬が春ですね。4月ぐらいから出始める初ガツオっていうものですね。初物。初ガツオっていうのは脂が少なくて、こうちょっとすっきりした感じのカツオです。で、2回目のピークが8月から9月ぐらいに迎える戻りガツオですね。まあ9月ぐらいですかね。で、戻りガツオって何かというと、初ガツオがこう、わーっと黒潮に乗って、岩手とか宮城のこう横の海域ですね。春から夏ぐらいにこうイワシとかいっぱいいろんな餌を食べて大きくなったものが南下して戻ってきたカツオ、もう油のりに乗って来た道をこう戻ってきたカツオを、これ戻りガツオって言うんですよ。今年なんかね、カツオがめちゃくちゃいいんですよ。それなんでかというと、なんかね、餌いっぱい食べるところになんかあったかい海流みたいなやつができてて、そこでとどまってるらしいんですよね、カツオが。カツオの個体数も少なくて競争率が低いんですって。カツオも餌食べ放題みたいな。まだ戻ってない初ガツオと戻りガツオの中間の時期なんですけど、脂がすごく乗ってるんですよ。ちょっとまだ戻りガツオには早い時期ですよ。なのにすごいんです。いや、僕プライベートでめっちゃカツオ食べてます。しかも安い。今年ちょっと今日見てみましょうか。カツオ、これね、これどういうカツオ選ぶといいかというと、こう水が濁ってないものですね。張りがあって水が濁ってないもの。こう古くなってくると水がこう、なんだろう、茶色くくすんできますんで、そういう箱のカツオは買わない方がいいですね。こうちゃんと氷が綺麗なものを買えば、まあ間違いないですね。こんな感じです。今日岩手です。すごくいいですね。ほんと戻りガツオみたいなクオリティですよ。大好きな魚ですね。そしたら今日はこちらのカツオを使ってカツオのお刺身作っていきたいと思います。今日はね、もう本当に皆さんにカツオ食べてくださいねって伝えたい動画です。この動画を見たら皆さんもきっとカツオ食べたいって思うと思います。そのぐらい今のカツオは物がいいです。まずカツオ、水洗いを軽くします。表面の海水をこの水道水で洗う感じですね。腸炎ビブリオ対策です。カツオのたたきって僕3種類作り方があると思ってまして、1種類目が皮引いた状態の普通のお刺身で、2種類目がこのお腹側、この白いこのラインの入ったところですね。ここを皮ついたままこうちょっと切れ込みを入れつつ切る銀作りっていう作り方で、もう一つがたたきですね。この3種類の切り方があるかなと思います。今日は3種類ともやってみますね。で、銀作りとかはもう皮目も食べますんで、綺麗に拭いてあげる必要があります。で、カツオは赤身なので極力水道水をたくさん使ってさばかない方がいいです。では行きます。で、カツオって意外と実はさばくのそんな難しくないんですよ。安い時だと1本ね1000円とか2000円で売ってますんで、実は1本買いするとすごくお得です。1本買いするとで、何がこれいいかというと、おろしたてが食べられるんですよ。で、カツオっておろした状態だと酸化がすごく早いんですよ。色変わりがすごい早い魚なんで、できるだけ家でこうさばいておろしたてを刺身にして食べるのが一番美味しい魚なんですよね。なのでカツオの一本買い、ちょっとね勇気がいるかもしれませんけど、2キロぐらいのカツオだったら100均包丁とかでもさばけると思いますんで、やってみるとね美味しいですよ。特に僕らよくやるのはバーベキューです。でもバーベキューって炭炊きますよね。その炭でちょっとこう叩いて薬味たっぷりでねカツオ食べると最高です。ではやっていきます。で、カツオはここに硬い鱗がついてます。この鱗だけはね絶対取んないと、叩きにした時とかにどうしても口に残っちゃうんですよね。ここです。ここを薄くこうやってすいていきます。こうですね。これはね意外と簡単です。この色が変わってるんで分かりやすいですね。もうすき引きみたいなイメージですね。頭のところもこうやって取っていきます。で、身の方に行かずこうやってちょっと皮1枚残る程度、これがね完璧ですね。で、反対側も一緒ですね。こういう風に切っていきます。はい、そうしたら先ほど鱗すいたところから脇に包丁を入れて頭を斜めに落としていきます。ここですね、ヒレがありますのでヒレはこう避けて、こういう感じですね。こうです。で、入ったら反転させて裏側も同じように斜めに入れる。こうですね。で、背骨を断ち切ります。はい、頭ですね。で、お腹を裂いて内臓を取ります。うわー、いいカツオ。このレバー、この肝がね、この色、脂ある肝ですね。で、この内臓をきれいにして塩漬けしたものが酒盗ですね。また作りたいですね、酒盗も。ちょっと一度洗いますか。はい、ではこのように頭と内臓がきれいに落ちました。そしたら血を軽く流しまして、
もうここでもう水は使いません。頭を落とした段階、これがもう水を使う最後の工程です。そしたらですね、このぐらいのサイズだったら普通に3枚におろしてもいいんですけど、この背びれですね、ここをちょっとまだ硬いところが残っててさばきにくいんですよ。なのでここ取っちゃう方法もあります。どうやって取るかと言いますと、尻尾の方から逆包丁で包丁を入れます。ここに1本、ここに1本入れていく感じですね。いきます。包丁をブスッと刺して逆包丁で皮1本切る感じですね。ずーっといきまして、ここら辺まではまっすぐでいいです。でここら辺からちょっと硬い皮がこういう風に入ってきますんで、包丁の角度を少し斜めにしてこうやって入れていきます。1本入りました。でこっち側も1本、ここら辺まっすぐでいいですけど、ここら辺からちょっと斜めに、次はこっちですね、斜めにしてスーッと逆包丁で入れていくと、切れ込みが入ったらこっちの尻尾の方からビロビロビロっと、はい、こうするときれいにこの硬いところが取れますね。硬いところが取れたことによってむき出しになりますんで、おろしやすくなります。でこの段階でキワッキワの取りきれなかったところはこうやって包丁で取っちゃいます。結構ね、こうやって取り残しが出ちゃうんですよね、ここはね。でこういう風に落としたらこの状態でさばいていきます。カツオは薄葉の方がおろしやすい。身がねこうまん丸なので難しいんですよね。僕ね苦手なんですよ、カツオ実は。でお腹入ったら背中の方ですね、尻尾から入れてまっすぐ骨を感じながら、そしたら尻尾から入れて、はい、こんな感じですね。1枚、そしてこっち側も入れて、で次はこう僕はねこっち側向けます。こっち側向けて確実に目で見て骨の下に包丁を通す感じ。最悪骨に身がついちゃっても包丁で隙間にしちゃえばいいので、よし、こんな感じ。そしたらこう持ってこういきますよね。こういってこうです。そうすると綺麗にいきます。うわ、鮮度すごくいいな。そしたら腹をすいて、はい、こうですね。こっち側も腹をすくと、結構ね傾斜なんですよ。こう入れて、であとは膜なのでここを落としちゃいます。でここをね結構バスンと落としちゃってもいいと思います。なんでかというとちょっとね寄生虫入ってる確率高いですよ。これ見えますよね、米粒みたいなやつ。食べてもまあ悪くないんですけど、ここは取ってもいいかもしれないですね。カツオの腹もここ焼くとすっげえうまいんですよ。なんでここ切っちゃってもいいかなと。そしたら皮引いていきます。今日はお節だけ皮引いていきます。で目節は銀作りと叩きでいきます。で皮引きなんですけど、普通に皮ついた状態で血合い骨を外して皮引いてもいいんですけど、それめっちゃやりづらいんですよ。効率も悪いし、一番皮引きやすいのはめちゃくちゃ切れないけどある程度切れるカツオと同じぐらいかそれ以上の刃渡りの薄刃、これも最高ですね。1本入れてこうですね。でこう皮目までいきました。そしたらこれで角度をつけてこのままスライドなんですよ。こう引くんです。これが一番綺麗に引けます。うわー、脂ありますね。いいカツオ。こうやって皮引いた時にうっすらこうバターを塗ったようにこう白い膜が張ってる。でこう断面見た時もこの乗ってますよね、白いのが。これがもう最高のカツオです。でお腹側も皮引く時は一緒ですね。こう入れて、まあ、これ反対した方がいいな、反対にしてこう引いていくって感じですね。で今日はこっちが皮引きませんのでここで落としちゃいます。好みなんですけど、もう血合い取ってもいいと思います。僕今日こんだけ鮮度がいいので血合いはあえてつけたままにします。鮮度が落ちてるものはちょっと取った方がいいかもしれないですけど、右利きの人が多いと思うんですけど、右で持った場合はここで包丁一発入れたら包丁を左へスライド。この動作はもう固定ですね。あんまりガチャ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 カツオ持っちゃうと見割れしちゃいますんで、魚を動かすんじゃなくて魚の下にあるものを動かす感じですね。そしたらこう1本入れてこれをスライド。あ、ちょっと失敗しちゃった。失敗したらここでリカバリー。はい、こんな感じですね。ある程度取れれば OK です。うまい人はねすごく綺麗に取るんですよ。ちょっと僕ね今日下手くそだったんで少しここ油残っちゃってますけど、これもついてるとなおよしですね。はい、このようにおろし終わりました。そしたらこちらを切って盛り付けていきます。今日はこういう丸皿にやっていきます。そしたらまずは下地を敷いていきます。今日大葉のつばがなかったんでこういう白い海藻で土台を作っていきます。でこの土台の上に乗せていくって感じですね。勝ち盛りスタイルでいきます。切りながら持ってった方が綺麗かな。カツオの刺身はモリモリがかっこいいですから。まずお節から切っていきます。大事なのは均等に、全て均等です。大きさでこの合わせた時のこの厚みですね、これを均等に。そして
よく切れる包丁で一立ちで切る。でこの角立ちをよくすることですね。刺身は角立ちが命です。合わせつつ、はい、こんな感じで切れましたらスッと引いて大葉かまして、でここにのせていくと。でちょっとお皿が湾曲してるんで、ちょっとこう少しこう曲げてあげる。角を潰さないように、こんな感じですね。そして次こっちですね。同じように切っていきます。ちょっとこう立ててあげて、でここ隙間空いてますから、これをグッと寄せる。で次こっちですね。こっちはちょっと違う種類作りますか。銀作り作りましょう。開くところはこういう大葉をかまして隙間を隠す。銀作りはここ1本入れて、こうですね。1、2、この状態です。この間にニンニクとか挟んでも美味しいと思います。皮は少しね歯ごたえがありますんで、こうやって一立ち入れてあげると食べやすいですよね。こうです。見た目も綺麗です。やっぱ一立ち入れることによって幅をここで調べて、でここに持っていく。バッチリですね。そしたら包丁をスッと間に入れて乗っけます。で乗っけたものをここに乗せると。よいしょ。ちょっと多かったね。で少し湾曲させる。ちょこっとこの少しの作業が効いてくるんですよ。いいですね。そしたら次ここいきますね。少しこうやってつまとかこういう海藻を下に引いて、お刺身の枕を作ってあげるイメージですね。ちょっとここも銀作りでいきますか。同じように切っていきます。ちょっと曲げてグッと押し込む。ちょっとしたことなんですけどね、そのちょっとしたことが効いてくる。で次叩いていきましょう。叩きはまな板の上とかでやっちゃうと焦げちゃいますんで、こういうバットの裏とかこういうテンパリング用の大理石の上でやります。僕はいつもチョコレートのテンパリングなんかしたことねえけど。そしたら皮目にうっすらお塩を振ります。はい、そしたら炙っていきます。焼けました。焼けたら氷水にボジョンと入れて余熱を取るっていうやり方もあるんですけど、それすると確かに冷えるんですけど、少しやっぱ身がね水っぽくなっちゃう気がしますんで、僕はこう焼きたてが好きなんですよ。ここは好みですわ。なのでこちらやべえ。なんでこちらこのまま切っていきます。またここに引いて、こう入れたんで、皆さんだったらどうします？こっちにこう盛るか、こっちにこう盛るか、それか真ん中に1本引くか。僕真ん中だな。こうやって考えながら盛り付けるっていうのも楽しいですよ。こういうお魚料理っていうのは本当ね、コツつかめばもうめっちゃ簡単なんで、ぜひチャレンジしてみてください。で切っていきます。まっすぐ落とす。まっすぐです。綺麗にピシッと角が立つように。もうね、刺身は本当に角立ちが命です。角立たしとけば誰が切ってもうまそうにできます。そのためにはよく切れる包丁というのが必要なんですよね。包丁を置いてシュッと形を崩さずに持ちます。持ったらここに置きます。はい、置いてこのままだとまっすぐなんで、ちょっと湾曲させる。これですよ。今日の動画の伝えたいことはこれです。これカツオは丸皿にこれです。こういうの学校で教えてほしかった。じゃあ調理学校行きなさいって話か。はい、まだお節が1本あります。そしたらまたつまを置いて繰り返しですね。そして切り方のコツなんですけど、尻尾の方、ここ細いじゃないですか。ここはもう斜めにこのぐらい包丁の角度をつけます。なんでこんなに角度をつけるかというと、このサイズで切っていったらこのサイズのお刺身になっちゃうんですよ。ちょっと見栄えが良くないじゃないですか。なので尻尾の方筋っこいので一回これバスッと落とします。これ捨て作って言います。ここはここでまた食べますけどね。切り出しと思いますね。切り出しで取っちゃって、でここラインがこう揃ったじゃないですか。こう斜めに入れたことによって、でそのラインから1本入れていきます。そうするとほらこのぐらいの刺身の大きさになるんですよ。ほらこんだけ違いますから。
まっすぐ切ったバージョンとやっぱ照らしたバージョン、このぐらいバンは出した方が綺麗です。でこのサイズに合わせてずっと切っていきたいんですよね。でもこのままずっとこの角度で切っていくと、ここら辺の太いところはこれの 1.5 倍ぐらい、このぐらいの太さになってしまいますから、尻尾の方はこう照らしつつ、若干こうやって角度をこうやって戻していくんですよ。こうやってでこの真ん中に行くぐらいにはもう縦に切っていきます。で縦に切るとちょうどここら辺の太さと同じようになるんでね。なので一発目に切るときにここの中央の太さを意識することが大事。切って盛り付け、ちょこっとずつこうやって戻していきます。いきなり戻すと形が一気に変わっちゃいますんで、少しずつこうやって戻していく。これがね、慣れるまで少し大変なんですけど、慣れてしまえばこっちのものですよ。はい、こうやって綺麗にこう尻尾の方からずーっと幅が一緒ですよね。これがね、結構ポイントです。このカツオのお刺身、カツオだけじゃなくてこういろんなお刺身にも応用できます。こう置きまして、よいしょ、ぐんとでもう詰めちゃった方がいいです。もうちょっと隠れるぐらいに持った方がボリューミーです。カツオのたたきの腹のところ、すんげえうまいところです。こんな感じですね。はい、このように盛り付け終わりましたら、あとこういう空いてるところですね。こことか特に空いてますよね。でこの空いてるところは大事なんですよ。ここに薬味をのせていきます。まずネギですね。ネギはたっぷり入れたいですね。そしたらネギをドサッと、空いてるところはもうネギです。ネギもうこの状態でもすごくいけてるんですけど、ここにどんどん色を入れていくとめっちゃ綺麗になってきます。例えばほじそをちょっとこういうところに刺してみたり、ほじそはねあんま売ってないですけどね、刺してみたり、ちょっとこう気になるポイント、ここちょっと気になるじゃないですか。これ気になるところを隠してあげるって感じですね。でこれ菊、これが一番難しいんだ。これねあんまり入れすぎるとほんと安っぽくなるんで、こういう風に入れましょうか。あと僕こういうの好きです。木の芽ですね。山椒の葉っぱ、こういうのちょっと散らすとね綺麗ですね。葉っぱカッターみたいな感じでね。もうちょっとっすね。あとちょっとみょうがいこう。みょうが、久しぶりにみょうがが出ましたね。みょうがも細切りにしてもおしゃれですけど、こうやって切ってこう広げる、こうやって広げるとねすごく綺麗なんですよ。ちょっとみょうがもここら辺に添えて、あと生姜とかニンニクがお好きな方は生姜とかニンニクも添えちゃってください。僕も今ね生姜畑で育ててまして、多分来年ぐらいに取れるんじゃないかな。新生姜楽しみだな。で生姜を少しここにのせます。ほらもうだんだん華やかになってきましたね。何ものせる前がこちらです。でのせた後こんな感じ。薬味とかあしらいの大事さがよくわかりますね。であとは僕の好きな柑橘類を少し散りばめたら、はい、これでカツオのお刺身盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし食べていこう。こちらが今朝買ってきたカツオのお作りですね。うわうまそうですね。このサシの入り方、ここら辺とかもすごいですよね。餌をたくさん食べてきたカツオです。これがうまいんですわ。ではいただきます。まずは素材をシンプルに、こちらです。皮引きですね。で柑橘少しかけて、で少しお塩かける。この食べ方もねうまいんですよ。でこちらいただきます。うまっ。やっぱ今年カツオめちゃくちゃ物いいわ。もっちりしとって脂が濃くてうめえ。全然生臭くない。やっぱ鮮度ですね。カツオは鮮度が命。次ポン酢でいただきましょう。ポン酢いただきます。うまっ。あー、ぜひ皆さんに食べてほしい。これねやっぱさばきたてって最強なんですよね。これ冷蔵庫で1時間入れておくとまたちょっと味変わってきちゃいますからね。カツオは切りたてに限りますね。カツオのお刺身っていろいろ食べ方に選択肢があるじゃないですか。マヨネーズかけたりだとか、ポン酢だったり醤油だったり、薬味も生姜、ニンニク、ネギ、カボス、すだち、いろんな選択肢がある中で、このぐらい脂乗ってるのは僕は生姜醤油もしくは生姜ポン酢が好き。すっごく美味しい。お次、あまり聞き慣れないですよね。銀作り、これね美味しいんですよ。お腹の方の皮ついたまま切るやり方、ポン酢につけていただきます。あ、うんまっ。銀作り久しぶりに食べたけどこれうまいな。
叩きとはまた違うこの皮のシャキシャキ感、火を通してない油が全面に味わえる、そんな美味しいお刺身ですよ。うまい。で途中でひとたちこうやって入ってるんで噛み切りやすいですね。ひとたち入れずにこの厚さで切るとちょっと皮がね口でもごもごしちゃうかもしれません。こうやって入れると気にならず程よい歯ごたえが心地よいです。でこの間にもいろいろ入れれますんで好きなもの入れちゃってください。生姜入れてみたりネギ入れてみたり、ネギたっぷりつけてもいいし。いただきます。おいしい、うまい。じゃあ叩きいきますね。カツオの叩きです。いただきます。これ安定、皮目が香ばしくてうめえね。質の良いカツオは何してもうまい。ちょっと山椒の葉っぱと生姜、これでいきます。うまい。脂のあるカツオと木の芽はよく合うね。あれが欲しいな。というわけで今日はこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、芸能のやつ。早く飲みたかった。これ開ける時の所作大事ですよ。これです。さーっと入れます。で僕ちょっとめっちゃくちゃずーっとちっちゃい頃から気になってることが1個あるんですけど、ちょっと皆さんに聞いていいですか。こいつは誰？こいつは何なんだい？はい、こちら9対1ですね。いただきます。うわー、もう最高です。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝市で買ってきた新鮮な脂のりのりの岩手県産のカツオを使ってカツオのお刺身盛りを作ってみましたけども、うまい魚は下手なことせんのが一番うまい。刺身が一番うまいです。カツオなんだ特にそう、買ったその日におろして刺身、これに勝るものはないんじゃないかな。いやーもうカツオほんとうまい。でカツオって意外と簡単です、さばくの。今日は結構長々とよく喋りながら動画撮らせていただきました。最近結構単調な動画が多いんでね、これしっかりと説明する動画っていうのもどうでしょうか。僕結構好きなんですよ、こういうの。ノーカットとかね、こう説明をずーっとする動画。コメント欄で評判が良かったらまたいろんな魚で丸魚から刺身になるまでもう一つの動画で僕が知ってる知識だけになるんですけど、金子流で説明するという動画また撮りたいなと思います。今日はカツオでした。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。